皆さんこんにちは。パトチャンネルの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の動画からはですね、EJU 日本留学試験の総合科目の第2回目としまして、今回から対策授業の動画をお送りしたいと思います。なお、この動画の方はですね、こちらの言語で字幕が表示されるようになっています。とは言ってもですね、元の日本語の字幕を作って、それを AI が翻訳した字幕になりますので、変な表現とかおかしな表現とかあるかもしれませんが、単語は参考になると思いますので、ぜひご利用ください。また、1度目は字幕付きで動画を見て、2回目は字幕なしで動画を見る。なんてことで、日本語の練習にもなると思いますので、ぜひいろいろな方法を試してください。よろしいでしょうか。ではまず、目次代わりにこちら、総合科目で出題される分野になります。今回は最初の現代の政治、その中の民主政治の原理、思想についてお話ししたいと思います。1、民主政治の原理、思想。1、民主主義とは。まずは民主政治における民主主義についてお話ししたいと思います。民主主義です。民主主義。字幕出るかな？民主主義です。はい。この民主主義とは、ズバリ、一言で言うと、日本語です。なんてね、またいつもみたいに言うと、外国人の方は、は？ってなると思うんですが、実はこの民主主義っていうのは、日本語なんですね。ここら辺、まさにですね、前の動画でお話しした通りですので、まだその動画ご覧になってない方はですね、ここら辺ですかね、リンクが出てると思いますので、ぜひこのリンク辿ってですね、その最初の動画を見ていただけるといいと思うんですが、またこれコメント欄にもですね、その動画のリンクが出てますので、よろしければその動画を見てからお話を聞いていただくと、理解が深まるかなっていうふうに思いますので、見終わってからでもいいですので、ね、とりあえず最初に言った、総合科目を学習する上での注意点ってのを思い出しながら見ていただけたら理解が進むと思います。ということで、この民主主義という日本語を日本の人たちはどのような意味で捉え、どのような意味で使っているのか、まずはそれをしっかりと確認してください。はい。民主主義という言葉ですが、もともとこれはデモクラシーの訳語だと言われています。このデモクラシーも古代ギリシャ語のデモスとクラチアから来ていると言われ、意味は人民、デモスによって決定される統治システム、クラチアということだそうです。人民によって決定される統治システムという意味になると、一言デモクラシーと言っても様々な政治形態が考えられるでしょう。例えば、あるところに個人がいます。その個人のもとにたくさん人が集まってきます。たくさんの人が集まってきて生活するとなると、そこに個人個人を調整するシステムが必要となってきます。それが政治というシステムです。その政治によって個人の集まりが作られていく。それが社会です。つまり政治や社会というのは個人が生活していく上で必要だから作られたシステムであって、政治や社会よりも個人が大切だという考えになるんですね。ですので政治や社会よりも個人の自由と人権が尊重されるべきであるという考えでデモクラシーが行われていきます。かたや、ある国では、いや、社会というのは個人が集まった集団で全体のことなのだから、その社会がダメになってしまったら個人もダメになってしまう。人間は誰も一人では生きていけない。だから個人は社会全体のことを考え、個人の自由と人権よりもまず社会を優先すべきだという考えでデモクラシーが行われます。こんなデモクラシーもあるんですね。はい。こちら二つの考え方、両方ともデモクラシーなんです。両方の社会には選挙というのがあって、選挙で選ばれた代表者が政治を行っています。人民、デモスがクラチア、
統治システムを決定しているのです。ただ、主体的な意思を持った個人が集まって、そこに必要だから政治や社会ができたと考えるか、あるいは社会とか国家の構成要因として個人が存在すると考えるか、その違いなんですね。この違いがあっても、どちらもデモクラシーになるんです。ところが、デモクラシーと言わずに、日本語で民主主義というと、実はこの二つのうち、こちらを指すんですね。大きい意味ではどちらもデモクラシーを指すんですが、こと日本語で民主主義というと、個人の自由と人権が最大限に尊重される社会。これを日本の人たちは民主主義と考えるんです。では、こちらの社会を優先するシステムの方はどうでしょうか？実はこちらの方を日本の人たちは社会主義と呼んで、民主主義とは対立する考え方だと解釈している人がほとんどなんですね。例えばこちらですね。日本のお隣には朝鮮民主主義人民共和国、別名北朝鮮という国がありますが、日本人の受験生がよく質問してくるんですね。なんで北朝鮮は社会主義の国なのに、正式な国の名前に民主主義って言葉があるんですか？なんて聞かれるんですけれども、この時には先ほど言ったデモクラシーという意味について説明して、日本人が考える民主主義の意味とは少し違うんだよということでお話ししています。ここら辺デモクラシーという言葉の意味を学校でも説明することにはなってるんですが、日本の社会一般でですね、民主主義っていう言葉の意味が、このような個人の自由と人権を尊重するっていうふうに解釈されているっていうのが大きいと思います。そのためですね、例えば個人の自由と人権が侵害されているような国があって、その国の権力者が変わったりしてですね、新しく個人の自由と人権が尊重されるような国に生まれ変わることを日本語では民主化なんて呼んだりもするんですね。こんな風に民主主義ってのを捉えている。このことをぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。民主主義だから個人の自由と人権は最大限尊重されるんだとはいえですね、もちろん無制限に尊重されるわけではありません。例えば、個人の勝手な都合でですね、電車を遅らせたり、飛行機を遅らせたりすれば、損害賠償を請求されますし、悪質な場合には警察に逮捕もされます。また、暑いからといってね、服脱いで裸でね、街中歩いてたりしても、やっぱり警察には逮捕されるんですね。ですので、無制限に個人の自由だの人権だのを尊重しているんではなくて、あくまでも社会に迷惑をかけない範囲で、これを公共の福祉に反しないと日本語では言うんですが、公共の福祉に反しない範囲で自由と人権が最大限尊重される社会。これを日本の人たちは民主主義社会と呼んでいます。ちなみにこの民主主義とかデモクラシーという言葉ですが、このカタカナ語のデモクラシーっていうのは別の使い方してるなんてのもあってですね、大正デモクラシーなんて言葉があるんですね。これは実は大正時代、日本の大正時代に起こったデモクラシー運動のことなんですが、この大正デモクラシーのデモクラシーは民主主義とは訳さないでですね、民本主義なんて訳して勉強するんですが、ここら辺歴史分野で少し触れることができればお話できたらと思います。ですので、デモクラシーといっても、その内容によっては言葉変えていて、民主主義っていうとこういう場合を言うんだよっていうのをしっかりと認識してください。で、最初の動画でもお話ししましたが、立場によってやっぱり違うんですね。この訳し方。日本の人たちと同じ解釈の国から来てる留学生でしたら、今の話を聞いてもだから何って感じだと思うんですけれどもね。そうでない国から来てる留学生は、今のお話をしっかりと認識して、これから勉強していかないとですね、後々説明がわからないとかですね、話にならないなんてことが、たくさんあったりしますので、ぜひ、これは日本人の、また日本社会での解釈の仕方なんだってのを認識した上で、学習を進めていってください。よろしいでしょうか。
まあね、またここら辺にリンク出てくると思いますけど、この動画でもお話しした通りですね、立場によって解釈が変わるなんてお話、いきなりこんなお話が出てきてしまいましたが、授業でこんな話するとですね、いきなり炎上したりですね、休み時間にちょっと私が教室離れて戻ってくるとですね、違う国籍の留学生同士がもう喧嘩を始めてたなんてね、そんなことがあったりもしましたが、今はそれはちょっとやめましょう。今はこれ議論するのはやめてですね、これがいいとか悪いとかですね、この制度にはこんな問題があるとか、そういう話は今はやめて、日本の人たちがどのような解釈をしているのかっていう知識を知って、まずは総合科目で高得点を取ってください。そして、もっともっと日本語を上手になって、大学なり大学院なりに進学して、そこで大勢の人と意見を交わしてみてください。よろしいですか？まずは知識として学ぶっていった感じでですね、この話を聞いていただけたらと思います。ねえ。またここらね、またリンク出てますけども、これ暗記する知識とかの動画、このチャンネルでいっぱい出てるんですが、やっぱりですね、領土問題とかいろんなね、関係で、ちょっと見てて不愉快になる人とかですね、いらっしゃるようでいろんなコメントとかいただいたりしますけれども、ここではまず知識を覚える、知識を学ぶ場所だということで、ご理解していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、今回はまずここまでにして終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。グッドラック。